Today's title is The New Way of Choosing Something. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Lifestyle Designer. Today's topic 新しい時代の選び方、選択の仕方です。てんこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日は、選択、チョイスの話になるんですけど、はい。そうですね。今までの私たちが何かを選ぶとき、その選び方っていうのが、ほとんどの人がそうだったんじゃないかなと思うんだけど、どうすればうまくいくのかっていう、そのうまくいくものをチョイスするっていうやり方をしてきたんじゃないかと思うんですが、どうでした？うまくいきそうなやつ。そうですね。うまくいきそうなものを選ぶ。より成果が出そうなものを選ぶとか、成果が出そうなものを学ぶとか、よりお金に、どうやったらお金になるのかとか、なんかその、結果が出るものは何なんだみたいな。そうですね。それは基準になってましたね。そうですよね。で、私もそれはそうだったけど、途中で、やり方を大きく変えたことがあって、その結果が出るものを追いかけ続けてる限り、本当の意味では永遠にこれ終わらないなっていう感じだったんですよね。はい。っていうのは、結果が出たらそこで終わりだから、じゃあ次の結果みたいな、じゃあ次は何なんだみたいな、ずっとその目標設定して、その結果出して、結果出たら、はい、じゃあ次の結果みたいな感じで、なんかずっとそのサイクルから出れないってことは、これはなんか永遠に自由になれないねみたいなところに気づき始めたというか、で、相談もやっぱりそういう相談がやっぱり多かったっていうのもあって、どうやったら結果出ますかとか、どれを選べば成果が出ますかねとか、どうしたらうまくいくでしょうかみたいな、そういう相談を聞きながら、やっぱり自分の中でも、これってなんかもう終わらないゲームだなっていうか、っていうことに、その人の相談を聞きながら、自分のやってることも一緒に合わせながら考えていったときに、このやり方ってどうなんだろうってやっぱ疑問に思い始めたのが、大体そうだな。でも10年ぐらい前からちょっとそういうふうに思い始めたんだよね。その、成果を出したいっていうのはお金に結びつけたいっていうことですかね。そうですね。お金に結びつけたいとか、もしくは、例えばじゃあ人間関係でもいいんだけど、どうやったらいい人間関係作れますかとかね。だから、自分を向こうに合わせようとするっていうやり方っていう言い方わかるかな。好かれたいとか、そう、好かれるように、うまくいくように自分を合わせていく。結果が出るように、そっちに合わせていくみたいな。自分をその、そう。だから、自分自身がそうしたいかそうしたくないかっていうのはちょっと置いといて、うまくいく方、結果が出る方、人間関係も好かれる方っていう方に自分を合わせるみたいなやり方ね。なんかでもそれが過去はある程度それでなんかこう成果というものが手に入ったかな。あんまり入らなかったかもしれないんですけど、今なんだかこうより一層空回りするような感じがあるんですよ。それを目指そうとすると。そうなんですよ。よくいいとこに気づいた。そうだから今まではそれでうまくいってたから、それでよくは私はあまり
まあ表面的ですけどね。そうそう、表面的にでもうまくいく、合わせていく、その人といい関係を築いていくっていうやり方の中で、自分さえうまく合わせていければそうなるから、それはそれで表面的には良かったかもしれないけど、同時に失うものがあって、だから自分がそれをやりたいかやりたくないかとか、そういうのがよくわからなくなってくるっていう、自分をなくすみたいな、ところも一緒についてきちゃうんですよね、そのやり方やっちゃうと。最近の悩みのなんか質っていうのがちょっと変わってきたんですよ、そもそも。今までだったら、どうしたらうまくいきますかねみたいな、そういう感じの相談が多かったんだけど、もうここ最近はやっぱ自分として合わせるんじゃなくて、自分をうまく表現したいとか、自分が本当に心から打ち込めるものに出会いたいとかさ、でうまくいくとかじゃなくて、自分が本当にやりたいと思うことを知りたいみたいな、そういう人が今すごく増えてきてるんですけど、だけど長年ずっとうまくいかせるために動いてきた人たちが、急に自分自身が本当にどうしたいのかっていうところを発見するって、結構距離が出ちゃったっていうか、今までのやり方とこれからやっていきたいことのギャップ、動き方のギャップみたいなところがあるから、そこでまた悩んじゃうっていう人もたくさんいるなっていうふうに思います。だからもう自分らしくっていうか、本当に合わせるんじゃなくて、自分の純度のすごく高いところで表現していきたいんだけど、何をどうしていいのかわからないとか、あと何が好きなんだっけっていうところからもだいぶ離れちゃってるから、そこに戻ってくる今、みんな道のりを歩んでるのかなっていう感じはします。だから本来の自分のエネルギーに戻るだけなんだけど、でもずっと合わせてきた人生ってだいぶ自分から離れちゃってるんですよね。だから離れて遠くに行っちゃってるものを自分の方に一回戻していくっていう作業がこの今の時期なのかなっていう感じはしますね。だから新しい選択の仕方っていうところになると、本当全く違う自分のものの見方とか選び方とか、そういうところでもう一度やるっていうのがポイントになってくるんだけど、今だったら、純子ちゃんだったら、最近だったらどんな感じでなんかチョイスしたりします？今までは、いや、こうしてきたら最高だけど、現実はそんなに甘くないから、このオプションの中でベストなものを選ぶとか、なんかどこかに妥協は必ずあったんですよ。それでも自分の好きなものの中で一番ベストのものは選んでいたけれど、100%、めっちゃこれがいいっていうよりはちょっとどこかに妥協があったんですね。で、今は、チョイスの仕方。そうですね。今は、現在地としては、100% までいかなくても、もうちょっと、もうこれやりたくないんだよなっていうのは、手放すとか、っていう、今そこかな。でもすごくそのやり方いいと思うんだけど、今はもうでもすでにさ、自分の道をもう絶対私はこれって分かってる人はもうひたすらそこに突き進めばいいと思うんですね。
それがうまくいくかいかないかっていうのはもうその人にとってはあまり関係ないことなので、それをやりたいからひたすらそれをやるみたいな。で、そこが、やっぱりエネルギーが、そういうふうにチョイスしてる人たちってやっぱエネルギーがすごい高いんですよ。はい。なぜなら、それを選んでることがまず喜びだし、それをやってる自分が喜びだし、それに携われてる自分が喜びなので、喜びのエネルギーがすごく高いから、でもやっぱり最近みんなが感じてるのは、エネルギーでみんなチョイスし始めてると思うので、選ぶものが、その人が有名とか有名じゃないとか、あんまり関係なくなってきてるじゃないですか。その人がやってることが良ければ、その人が無名だろうが、別にその人のそれがいいなと思うから選ぶわけだよね。だからエネルギーチョイスみたいな感じにどんどんなってきてると思うので、そういう人たちはそれをどんどん研ぎ澄まして、こう磨いていけばいいと思います。だけど、全然まだそのチョイスの仕方っていうか、今までは純子ちゃんが言ってた通り、自分が望んで望むって本当は自由なエネルギーなんだけど、こんなに望んだら難しいよねとか、ここまで望んじゃうとうまくいかないよねみたいな、やっぱね、制限が強いんですよ。はい。だってこんなに望んだところでそうならなかったら嫌だから、これぐらいだったらいけるかなっていうところで選ぶみたいな。そうすると、それはやっぱり実は妥協が入ってるから、自分の中で、なんかちょっとこう、なんだろう、うまくいきそうな、好きなものを選んでるとはいえども、なんかどっかで妥協していて、これぐらいだったら多分、これだったらいけそうみたいなところで選ぶみたいなことをしちゃうんですけど、そういうやり方をやっぱどんどんやめていく必要があるから、今大事なポイントは、選ばないものを決めていくっていう方がいいのかもしれない。まずは何を選ぶかっていうよりは、選ばない。これは私は選びませんっていう、今までは仕方なく選んだり、うまくいかせようとして選んでたものを、選ばないものを決めていくっていうことの作業の方が、まず大事かなっていう感じはする。手放す作業っていうかね。そう。選びたくないものを選ばないっていう選択。はい。選ばないものを選んでいくっていう感じです。で、選ばないものを選んでどんどん選んでいくと、だんだんね、残っていくのは、本当に選びたいものしか選ばないっていう自分になっていくから、だから、選びたくないものを選ばないと、あんまり最初の頃だから、じゃあ何もしなくなっちゃうっていうエネルギーになるんだけど、だって、選びたくないものが選ばないってことが分かってくると、時間がいっぱい増えるし、やらない時間の方が増えてきちゃうんだよね。はい。でも人間って何もしないっていうことにすごい恐れが生じてくるから、そこで一旦怖くなっちゃうんですけど、何かやんなくちゃみたいな。よくわかんないけど、なんかやんなきゃダメだみたいな、そういうところが人間ってあるんだけど、でも選びたくないならやっぱり選ばないっていうふうにどんどんやっていくことを怖がらずにやっていくと、やっと、本当に望みたいものっていうものがようやく見えてくるっていう感じかな。ねえ。はちょっと怖かったですけどね、やっぱりね。怖いですよね。なんかどんどんなくなっていくみたいなさ、そういう感じがするじゃないですか。で、やらなくちゃいけないこともどんどん減っていって、別にこれもやらなくちゃいけないわけじゃないし、これもやんなきゃいけないわけじゃないしってやっていくと、
じゃあ何するのみたいになってくるんですよね。なんかその、あんまりやりたいこと、前はもう少しやりたかったけど、なんか、もうちょっと、もうやりたくないと思ってることを、頑張ってる自分を手放したら、もう何も残らないような気が。そう。そう、なんか私がなくなっちゃうような気がするっていうか。そこは、大きいとだけど、一ころです。旦そこまで行ってみるっていうのがすごい良くて、あとはね、これからはやっぱりエネルギー、自分自身のエネルギーがすごい大事なポイントになってくるから、うまくいくものを選ぶっていうエネルギーって、実は純度があんまり高くないので、エネルギー自体上がりづらいんですよ、自分のエネルギーが。で、自分が何を選んだらエネルギーが上がるのかなっていうのは、案外、うまくいくものを選んでるから上がるわけじゃなくて、一見無駄なような行為の方が上がったりします。で、それさえ分かると、これは、なんか結果が出るのかな、なんか見返りがちゃんとあるのかなとか、やっただけ何かしらもらえるのかしらみたいな、そういうところで選ぶんじゃなくて、無駄かもしれないけど、やりたいんだよね、だからやるっていうふうに選んでいくと、結果は、自分自身のエネルギーがそれを選んであげた自分の喜びでどんどん上がっていくから、そうすると結果的に全てがうまくいき始めるんですよ。これわかるかな？例えば私だったら、やってる私のライフワークっていうか仕事は、人のセッションをしたり、ホロスコープ読んだり、そういう、今までだったらワークショップやったり、なんか講座やったりとかずっとしてたんだけど、それだけをやるんじゃなくて、全然関係ない自分だけの喜びみたいのがあって、例えば最近のブームは絵を描くことなんだけど、絵をひたすら描くみたいな。でも絵を描いたからって言って、何かにつながるとは思ってないのね。本当に描きたいからただ描いてるだけなんだけど、でもそうすると、やっぱ自分がそれを選んであげてることそのものがすごいエネルギーが高くなるから、結果として、セッションの申し込みが増えたりするんです。なるほどね。だからなんか、古いやり方だと、今自分がやってるもの、結果が出るものをもっと研ぎ澄ましていこうっていうふうに今までだったらなりがちだと思うんだけど、純粋に自分が何かになるとかならないとかではなくて、やると自分の気分とかエネルギーがわーって上がるものっていうものは何なのかなっていうふうに、そのチョイスも忘れずにしていくといいと思うんだよね。それは人それぞれでも全員違うから、実は答えは本当自分しか持ってなくて、こうしたらエネルギー上がるよって言われるからやるのも違うんですよ。だから自分の感じる、自分の感覚を優先して選択していくっていうことですね。はい。生産性で選ぶ時代ではもうなくなってきてるよっていうことを今日お伝えしたかったです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.